やあ、防犯だ。今回はレベリングのおすすめ場所を紹介する。効率の良い場所から先に紹介するぞ。では早速見ていこう。1個目は元ギルド長ノック。現環境で一番経験値効率が良い。アイスリッチ山2の穴に LUK1000 未満で行くことができるエリア。この時給は召喚書を連打して出る効率であり、召喚書の代金を稼ぐ時間は含まれてない。現環境の金策最高効率は時給8億ゴールドほどで、それで計算すると金策時間込みで時給20兆弱といったところ。大体だがこの式に自分の金策効率を当てはめれば金策込みの効率がわかる。無駄な動作なくやると40兆経験値くらい稼げるかもしれないが、多分35兆くらいがリアルなんじゃないだろうか。まあとりあえず一番効率が良いのはこれだ。では次。2個目はクジラ。金策最高効率の場所だ。金策最高効率でありながら経験値も2番目に良いという。手動ならとりあえずここやっていれば良い感じある。あれ、同族1201以上で入れる場所の氷結晶の方が良いんじゃないのって。それは敷居高すぎるし、なんならノックの方が効率良いので省いた。レベリング目的でここやってる人いるん。ということで実用的なラインならクジラが経験値効率2位だと思うぞ。ちなみにここにいるボックスも同じくらいの効率。金の延べ棒を集めるついでとしてはいいレベリングになる。一応このボックスはリポップするのでペットが強ければ放置も可能。まあ今の環境じゃ現実的じゃないけど。3個目は穴という放置。ミスリル級になる条件のボスの放置だ。これはまだ動画にしていないのだが、放置での経験値効率は最高かもしれない。穴というのみの放置で経験値時給約1兆。海賊船を隣のエリアに置いたら経験値時給約 1.5 兆という結果になった。穴というが魔法攻撃。周りのオロチが物理攻撃なので放置敷居が激高。MDEF にステフリ10万。デフに35,940振ってこの装備とアクセでギリギリ耐えられている。これだと MDEF に少し余剰があるので、もう少しステフリをデフに振る方が良いな。一応説明するとデフと MDEF は相互に 10% 加算されるという仕様があるので、見た目上のステータス数値が足りていなくても、実際の数値はもっと高いということだ。先ほどのステータスは一見するとデフの数値が足りていないが、MDEF の 10% を加算するとギリギリ必要ラインに届いている。覚えておくと役に立つと思うぞ。まあ 10% 加算されたところで敷居は高いけど、穴という放置の効率検証は後日動画出すので詳細はそちらを見てくれ。4個目はアビスマーダー放置。穴という放置の簡易版みたいなもの。こっちは穴という放置より効率は低いが、敷居が圧倒的に低い。あれだ、敷居高い方の中では低いって意味だ。序盤中盤で簡単に放置できるわけではないぞ。主人公の必要ステータスはこれだけ。詳しくは動画も出してるからそっちを見てもらった方が分かりやすい。よければ見てくれ。ここは金策もアーキペラの放置より高いので、結構万能な放置場所である。5個目はアイスリッチ集落。ここは命を刈り取るものを放置で枯れて、闘技王の位相を集めることができる。手動の方が良いけどな。入り口付近とここの2箇所に置けばいい感じに倒せるぞ。穴というやアビスマーダーが無理そうならここがおすすめだ。金のエルドシードも落とすし、副産物もそこそこ悪くない。お金はちょっと渋いのが難点ではある。ここからは先ほどまでの場所より敷居が少し下がるぞ。ということで6個目はキングには鳥。一応ギルド長より経験値は高いが、リポップが6時間のため効率的にはあんまり良いとは言えない。クジラ金策で時給8億ゴールド稼げるなら金策込みで時給3兆経験値くらいは出せるが、アーキペラの放置で時給7000万ゴールドだとしたら金策込みで時給約3000億経験値。今までのレベリング場所と比べるとあまり良いとは言えないな。ただもちろんその分敷居がかなり低く、極円装備一式足す100で大抵なんとかなる。先ほどまでのはステータスが10万単位となかなか厳しかったが、ここからは比較的敷居低めのものを紹介するぞ。7個目は東神収容棟のボックス。フレイムフロックがいるエリアの左下にある隠し通路の先のボックスだ。思ってたより敷居が高めだったが、その分効率はそこそこ良い。カッコ内は魔法込みでの必要最低ステータス。あくまでもダメージが通る最低ラインなので、快適に周回するにはもう少しステータスが必要になる。やはり効率を良くするにはステータスを盛らないとダメだな。続いてアイスリッチ洞窟。浮遊イカと雪だるまんがいるエリアと翡翠竜の湧くエリアの間に固定放題。海賊船がおすすめだ。集落よりハードルが低く、INT3 万のマダンペットで放置可能だ。壁の外に置けばダメージも食らわないので、防御を気にしなくていいのが嬉しい。ここ以外にも右下のエリア、入り口に入って左の行き止まりにも固定放題を置くともっと敵を倒せる。ただ基本海賊船の流れ弾で倒せるので、必須というわけでもない。もちろん複数固定放題を置いた方が効率は上がるので、余裕があるなら置いておくと良いぞ。倉庫のエリアはラッキー人手が湧き、琥珀を集められるのも良い点。集落ではラッキー人手が湧かないので、完全に介護官というわけでもない。敷居の割には効率良いのでおすすめだ。9個目はアイスリッチ山。
ここからは今までの場所と比べるとかなり経験値効率が落ちる。その分敷居も低いので比較的始めたての人でもできると思うぞ。ここは金のエルドシードを放置で集めることができる場所。青のかけらやアンモナイトも落とすので P シェーカー素材も集められる。洞窟と同じくラッキー人でも湧くので副産物が豊富である。放置時のペット配置やその他素材効率はこちらの動画で解説している。詳しく知りたい方はこの動画を見てくれ。ここまでが中級者以降向けのおすすめレベリング場所だ。次はさらに難易度の低いレベリング場所を紹介する。10個目は修練場。ペリカン EXP が大量にいる場所。ここのペリカンは主人公のレベルに応じてレベルが変動し、自分のレベルが高いほどペリカンのレベルが高くなる。獲得経験値は敵のレベルが高いほど増えるので、自分のレベルが上がるほどここでの獲得経験値も増えるということだ。今出している時給は天命輪廻5回、191レベルの時に検証したもの。天命輪廻2回とかなら時給は半分くらいになると思う。それでも序盤では破格の経験値効率なので、これまで紹介してきた場所が難しいなら修練場もおすすめだ。副産物として金のエルドシードと支配の鳥が倒せるのもなかなか嬉しい。でも入場に毎回鍵が求められるのがちょっとあれだな。そこはまああれだ。頑張ろう。11個目はアーキペラの放置。金策の放置として使われる場所だ。ただ経験値も割と多くて、金策しながらある程度レベルも上げられる万能放置場所。ペットも MDEF5200 あれば敵のダメージを無効化できるので、2回くらい同族戦にしたら必要ステを満たせるはず。この放置場所の注意点として、周りにかなり強い海賊船という敵がいる。こいつは必要 MDEF が5万と周りの敵より要求値が飛び抜けて高いため、先に倒しておくか近くに湧いてない状態まで出入りでリセットする必要がある。そこだけは気をつけた方が良い。一応未だに放置金策としては現役なので、他の場所より経験値効率が低いからと落ち込む必要はない。この場所の主な利点は金策効率だからな。ついでに経験値も稼げるって感じだ。正直放置場所で見たら今までのと比べてもかなり上位のおすすめ度。詳しくはこの動画で解説してるからよければ見てくれ。だいたい動画出してるな俺。12個目はアリーナさん。手動と放置で効率が倍くらい変わる。放置だと周りのペリカンが湧かないからな。手動だと周りのペリカンを倒せるのでその分効率が高いということだ。アリーナにもほとんど同じくらいの経験値効率だと思うぞ。一応アリーナ2の方が敵が弱いので、アリーナ3が難しいならアリーナ2を周回すると良いぞ。ちなみにアリーナ3放置の敵ダメージ無効化に必要なステータス。あれだな。思ったより敷居高いわ。これ今やる価値あるのかな。敷居高い割には効率も良くないし、やるなら手動でペリカン倒すくらいかな。放置はしなくていいと思う。ラスト13個目砂漠地下放置。今回紹介した中で一番放置敷居が低い。とりあえず最低限ここを放置したい。現環境だとこれより効率の低いレベリングはかなり厳しいかなと思う。序盤からできる手動レベリングも解説している動画があるので、これも厳しそうならこっちを見てほしい。ちなみに動画内容はアーキペラゴの上にいるペリカンを魔法で倒そうって感じ。今説明したからやっぱ見なくていいぞ。ここは敵の数が多いので、討伐数を稼ぐのには未だに効率良い。レベリングとしてよりは討伐数稼ぎとしての価値の方が高いな。でも序盤は経験値稼ぎとしても使えるから、今までの場所が難しいならここでレベリングしてみてくれ。ということで以上13箇所のおすすめレベリング場所を紹介した。前半に紹介しているものほど経験値効率と難易度が高く、後半に紹介しているものほど経験値効率と難易度が低くなっているぞ。自分の戦力に応じてレベリング場所を選んでくれ。では、まだの方はチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれ。